昔小さい頃から負けず嫌いで、だから継続が力になるで、どんどん失敗して反省してもらった方がいい。必ず成長してます。Hey everyone, I am Steve. This is Steve's POV, and welcome to Motivational Monday Garage Talk. I am not in my garage today. I happen to be in my office, and I happen to have a very, very special guest with me today, live from Japan. Guy I look up to very much for many years now. The owner, the president of Liberty Walk, Wataru Kato. よろしくお願いしま日本からでーす。す。どうも。皆さんは知らないかもしれないんですが、私はこの方、この社長からたくさん元気、モチベーション、本当にやる気をいただいてます。いつも。その笑顔、元気さ、それともう本当に何より小さな車屋さん、名古屋、日本の愛知県の小さなところから全世界にあっという間に大きくなったことが本当に私はもうすごいなといつも思います。それ素晴らしい、ことだと思うので。そんなに褒めないでください。そんなに褒めないでください。いや、すごいです。本当に。私にとって本当にもっとインスピレーションとモチベーションになっているのは、リバティウォークのストーリーっていうか、なぜ海外にも出ようとしたのか、何がその元にそのモチベーションとして愛知から全世界に行こうとした背景には何があったんですか？まあ、自分たちはやはりアジアの中でも、中国とかそういった国から比べたらすごく小さい国なんですよ。でもその小さい国から大きなアメリカとかヨーロッパになんとか自分たちのこの小さな国から日本のジャパニーズスタイルのカスタムを伝えたいなというふうに思った気持ちからスタートだね。でそこからその気持ちのスタートと実際にそこからこう踏み出してこう行こうとするやっぱりそのモチベーションっていうのはどこから来たんですか？それは昔小さい頃から負けず嫌いで、人ができないでしょって、ね、日本からこんなアメリカとかそういうふうには広まらないでしょって言ったことを言われたから、自分の中ではやってみたい、やってやるという強い、絶対にやってみせるという、その気持ちが5年の中で組み立てし始めたのがスタートラインだな。でもアメリカ狭小行って、最初はなんだこの日本人っていうのも言われたし、彼は必ず1、2年で消えてしまうだろうっていうことも言われたし、でも今現状こうやっているわけなんで、前よりはこの日本のカスタムカーから元気と勇気と興味をね持ってもらったのかなっていうふうには少しは思ってる。だからそれは逆にモチベーションになったんですか？そう言われたことが。もうとにかく自分はこんなことできないでしょとか、こんな無理だよって言われたことをやりたいんですよ。これみんなができることをやっても感動はないんですよ。でもそれができるできないどちらにしろまずやってみる、強い気持ちを持ってやればできるっていうところが今までやってきたこのリバティヨークのスタイルだから、大きいメーカーからしてみればこんなオーバーフェンダーは絶対売れないよって、フェンダーをランボルギーニにフェンダー切ったら売れないよとか、今までやっぱりアメリカで最初にランボルギーニをフェンダー切ってサンフランシスコに来た時はたくさんの人にそう言われてたと思いますよ。でもそれをやり続ければかっこ悪いものでもかっこよく見えてしまうんですよ。だから継続が力なりで、もっと強い気持ちを持って人に認めてもらうまでやり続ける。だからといって今現状たくさんの人に理解はしてもらってる人は昔よりは増えたかもしれないけど、もっともっとやり続けていきたいな。だから今正直言ってこの動画を見てる人たち、世界中すごいモチベーションも下がってて、いろいろ人のせいにしたりギクシャクしたりね、いろんな問題が出てくると思います。でも必ず今自分たちが光が見えてくるという強い気持ちを持たないと、必ず自分たちはダメ、人間はダメになってしまう。今メーカーの人たちが新しい車の開発とかデザインが止まってる中で、この小さいリバティヨークから来年の1月2月に素晴らしいマシンを開発してますね。普通だったらやめようかなとか、今後どうなるかわからないからっていうふうにみんなが思ってる時にやればできるの精神で、世界中にリバティヨークのカスタムカーから感動と元気と勇気と希望をこの来年の1月2月に発表する車から発信したいなと思ってます。いいですね。はい。じゃあ世界に出ることによってもちろん全てがスムーズにいったわけではないんだろうと思うんですが、やっぱりいろんな、引っかかったりとか失敗っていうことも多分、みんなにはあると思うんですが、その社長の
失敗に対する考え方、そこからはどういうアプローチなんですか？もう自分は失敗は数えきれないです。1回の失敗は必ずあります。挑戦をすれば。ただ、次にその失敗を生かしたまた挑戦をしたんです。で、そこでまたその失敗したものに対して挑戦したことに成功が見えてくるんです。ということは、その失敗をしてよかったなと。で、たくさん失敗してよかったなっていう結果が、次のモチベーションに生かせれたから、今の自分加藤はあると。だから、苦労したっていうふうにも思ってないし、もちろん一番大事なのは、反省をしないとダメです。で、人間って失敗したことに反省をしなくて、諦めちゃうんです。でも必ず失敗したことに反省をして、その反省を次に生かせば、必ずその失敗が生かされます。だから僕は何回も失敗をしてきました。何回も反省もしてきました。で、今自分があるわけです。だから失敗ももちろん挑戦すれば失敗あります。でも必ず反省をして、必ず次の挑戦にもう一回チャレンジしてほしいなっていうのを、このビデオを見てね、どんどん失敗して反省してもらった方がいい。必ず成長してきます。失敗すること自体が怖いことという考えてる方が多いと思うんだけど、失敗することはスティーブ、怖いって言うんだけど、何が怖いんですか？失敗することが怖いってよくあるんですよ。はい、まあもちろんビジネスやってるとお金の心配、あと一番大事なのは人から笑われたり、ね、言われたりすることをすごく考えるんです。そんなこと考えなくても自分の人生ですから、自分がやったことに悔いが残らないぐらい全力投球で絶対やってみるっていう、そこでやってみて、ね、必ずやってみるっていうことでやってみて、本当に結果が出なければさっぱりした諦めがつくと思いますよ。中途半端にやって諦めるようだったら最初からやらない方がいい。やらない方がいいか。このシリーズは、このモチベーショナル動画は、こう自分にとって日本で学んだこと、自分の人生にプラスになったというテーマなんですが、逆に社長が日本から海外に出て英語喋れない、もう一人として海外にいて自分で学んだことありますか？今でも英語喋れないんですよね。ノースピーキングして言うんですか、英語で。英語がね、喋れないし、英語も勉強しようと思ったことないんですよ。あくまでもハートで、ジェスチャーで、ね、ダメとか、OK とか、ね、ジェスチャーで世界に今までやってきたんで、もうジェスチャーだけで気持ちは世界中に伝わると思います。それはすごいと思いますよ。多分普通の人が、いや、英語喋れないからアメリカで仕事できない。もう英語これできないからこうできない。社長が逆にこう本当にその笑顔、まあこれジェスチャーで、やっぱり全世界の人がやっぱり言葉が違っても文化が違っても肌の色が違ってもまあハートですよね、つながってる。ハート。同じ人間なんですから。僕はすべて人間として生まれた以上は必ず気持ちが必ずつながると思います。はい。それで信じてやってます。最後にですね、ちょっとこう今やっぱり辛い、もういろんなこの世の中が急にいろいろ変わっちゃって、こう本当に落ち込んでる人が多いと思うんですよ。はい、辛いからこの先はどうなのかって、どうなるのかとかって分かんない人が多いと思うんだけど、まあ皆さんへの元気なメッセージを、ぜひお願いします。やっぱりこういった自粛の時はストレスもたまりますね。人の人間的なギクシャクもあります。人のせいになったり、ね、人のせいにしたり。でも今みんなに伝えたいのは、必ずみんなが協力し合って、ね、助け合って、ね、世界をもう一度一つにしようというふうに思っているにしか僕は感じてないんです。必ず達成できる、ね、乗り越えれるという、乗り越えられるのかな、乗り越えられるのかなではダメなんです。絶対に乗り越える、ね、乗り越えてみせる、ね、みんな怒った顔しずに笑顔で、ね、世界中の人たちがシェイクハンドでやっていってもらえばいいかな、はい、人を認めて、ね、前向きに生きていった方がいいと思う。ピンチがチャンスという日本の言葉があるんですね。ピンチがチャンスというチャンス。すごい苦しい時ほどチャンスなんです。ね、ピンチがなければチャンスは現れません。今はすごくみんなピンチだと思ってます。でも必ずチャンス。プラスもあればマイナスもあります。マイナスがあるからプラスがあるんです。白があるから黒があるんです。だから今は正直言ってマイナスかもしれないです。でもプラスにする
のはみんなで力を合わせて協力したことです。医療の人も本当頑張ってますからね、素晴らしい人たちだと思います。でも僕は自分ができることはお医者さんではありません。ね、車のカスタマイザーの小さな日本の国のカスタマイザーの一人として来年のね1月2月に本当最近素晴らしい車をね世界中の人たちに感動を与えられるパフォーマンスカーを作ってみせます。ぜひご期待ください。おっさん2人ですね。だから僕らが今の世代交代で今の若い子たちにもっともっと車に興味を持ってもらうパフォーマンスをスティーブもそうですね、全世界、日米、日本、もう全世界と手をつないで、もうサムズアップ的に私がいつも言うに、社長ならこれ的にこうみんなやっていけば必ず乗り越えて、もう前向きに日々前進という感じでやっていけるような気がしますね。世界中のね人たちがね一つになってね一つになって協力し合って素晴らしい光の輪ができるようにねやっていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で世界中の人たちが平和でありますようにね、光が見える世界の輪です。輪ですね。はい。輪。ありがとうございました、社長。ありがとうございます。すいません。はい。じゃあまたね。Hey everyone, so what do you think? That's one of my great friends, a guy who gives me so much motivation, so much inspiration, Mr. Kato from Japan, live in Nagoya right now for Motivational Mondays. What did you think about a special guest, somebody who I look up to, somebody who gives me a lot of motivation that I hope also provides you with some motivation too? He's an awesome guy, a friendly guy. Look at that smile on his face. He's always that way. He never gives up. He's always moving forward. He be Zenshin and thumbs up always, or in his style. Wow.